少し想像してみてください。あなたが海外の空港に一人で降り立つ瞬間、言葉も完璧に通じない、未知の文化、土地勘もない、そんな海外の国をたった一人で旅をする。空港を出た瞬間、少しの不安とそれ以上のワクワク。どんな旅になるかな？そんな感覚。海外を一人旅行できる人は、ただ旅が好きな人ではありません。実はすごい特徴を持った人たちなんです。どうも、旅する起業家のルキです。今回は人気の一人旅シリーズを海外旅行に焦点を当てた、海外を一人旅行できる人のすごい特徴7選を心理学、脳科学、成功法則の視点を交えながらお話しします。すでに海外一人旅行をしている人も、これからしてみたい人も理解が深まる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。実は海外を一人旅行できる人のすごい特徴7選。1、自分の常識が通じない前提で動ける。日本で生活していると僕たちにとっての普通がたくさんありますよね。時間は正確で、サービスは丁寧で、街は綺麗で、治安もいい。でも海外に出るとその普通が一気に崩れます。電車は平気で遅れるし、飲食店で注文してもなかなか来なかったり、注文したものと違うものが届いたりします。東南アジアのマーケットでは、店員さんが床で寝てて、僕が起こして値段を聞いたり、日本ではありえないことが平気で起きます。ここで多くの人は、なんで？どういうこと？と不便だなと感じます。これは認知的不協和と言います。でも海外一人旅行をする人は、ここが少し違います。最初から常識は通じないものという前提があるんです。だからなんでではなく、そういうものかとむしろ面白いと受け止めることができるんです。そしてここで一人旅行であることが重要になります。誰かと一緒だと、こういった常識外な出来事に出くわした時に誰かに頼ることができます。でも一人だと判断するのは全部自分。だから自然と自分の頭で考える力が鍛えられていきます。脳科学では未知の環境にいると前頭前野が活性化すると言われています。前頭前野は思考力や判断力、問題解決を司る場所です。つまり海外の一人旅行は脳を活性化させる体験、脳の筋トレを自然としているんです。成功法則でもよく言われます。環境が人を変える。海外一人旅行をする人は常識が通じない環境に身を置くことで自然と柔軟な思考を持つ人になっていくんです。2、偶然の出会いで外国人とつながれる。海外を一人旅していると面白いことがよく起きます。カフェで隣に座った外国人と話したり、飛行機で偶然横になった外国人と話したり、ツアーで出会った人とそのまま一緒にご飯に行ったり、こういう予定していなかった出会いが海外一人旅行の大きな魅力です。そして実はここにも心理学的な理由があります。人はグループで行動していると、外の人と交流しにくくなると言われています。これを内集団バイアスと言います。つまり仲間と一緒にいると、自然とそのグループの中で完結してしまいやすいんです。でも一人旅行だとそのグループがないので自然と誰かに話しかけられたり逆に誰かに話しかけてみたりという状況が生まれやすいんです。実際に僕も今タイに住んでいますが外国人の方は気軽に話しかけていきます。どこから来たのとかどこに行くのとかそんな小さな会話から思いがけない出会いが生まれることもあります。以前の旅の動画のコメントを見ていると旅先で外国人の友人ができてその友人にまた会いに海外旅行に行く方もいて一人旅行ならではの素敵な体験ですよね。そしてこの偶然の出会いは実は成功法則でもかなり重要な要素と言われています。なぜなら人生のチャンスは意外と偶然の出会いから生まれるからです。海外一人旅行をする人はそういう偶然に対して心を開いている人が多いので偶然のチャンスとの接点を増やしています。3、完璧じゃなくても行動できる。海外一人旅行を考えると色々な不安が出てきます。英語全然喋れないけど大丈夫かな？飛行機無事に乗れるかな？トラブルが起きたらどうしよう？両替スムーズにできるかな？考え始めると不安はいくらでも出てきます。でも実際に海外に一人旅をする人はこう考えます。まあ、なんとかなるか。もちろんある程度の準備はしています。でも完璧な準備が整うまで待ってないからこそ旅に出かけれる人が多い。心理学では人は行動を起こすことで不安が小さくなっていくと言われています。つまり動かずに考え続けるより動いた方が楽になる。その不安って大半は自分が作り出した幻だったりします。そして海外一人旅行はまさにまず行動の連続です。行動した先に課題があり、それを解決するために考えて突破していく。ゲーム感覚で一人旅行する人はクリアしています。その小さな行動と達成を重ねるたびに自分の世界が広がっていくんです。
成功法則でもよく言われることが、まず動くことです。行動した先に何をすべきかが見えるから。海外一人旅行をする人は完璧じゃなくても一歩踏み出せる人。だからこそ速いスピードで人生を拡張できるんです。この完璧を待たずにまず行動する思考。なんとかなるで突き進む精神は人生戦略においても重要な武器になります。4、移動のハードルを突破できる。日本で移動するときって想像しやすいですよね。新幹線の乗り方も電車の乗り方も車やバイクだとさらに移動は気軽にできますよね。でも海外旅行になると一気に移動はハードルが上がります。空港での入国審査、空港からホテルまでの移動、ウーバーやグラブを使うのか、流しのタクシーを拾うのか、ぼったくられないか、運転手と値段交渉が必要だな。現地の電車も現地のルールや乗り方を把握しなくてはいけません。しかも全部海外の言葉で突破しないといけない。ここで多くの人は大変そうだなと思って移動を抑えてしまいます。でも海外一人旅行をする人はこの移動のハードルを突破できる人なんです。移動への耐性がついてる人なんですよね。で、耐性がついてるということは移動範囲を広げられることにもなるんです。実は人生の大きな変化は移動とセットで起きやすいです。場所が変わると出会う人も考え方も変わります。海外一人旅行をする人は自然と人生の幅を広げています。そしてもう一つ大事なのが移動できる人は行動力が高い人でもあります。なぜなら移動にはインプット、判断、行動、この3つの要素が必要だからです。海外一人旅行をする人は経験による耐性もつくので移動することを恐れなくなる。そして移動範囲を広げれる人。時間ができてよし旅行に行こうと思った時に国内なのか海外の行ってない国に行こうと行き先の広さに差が出ます。移動のハードルを解除している人は将棋でいうもはや竜王になっているようなもんなんです。5、強烈な体験を自分の物語にできる人。海外一人旅行をしていると、日本ではなかなか起きない体験に遭遇します。前回の動画のコメントでも、多くの一人旅の方の体験が見れてワクワクしたんですが、ユーラシア大陸を横断したり、アメリカをバイクでロードトリップしたり、一人で世界一周したりと、強烈な体験で自分の物語の深みを作っている方が多かったです。トラブルも起きやすいのが海外旅行ですが、そういう出来事をネガティブな失敗ではなく、面白い体験として語れる人たちが多い。心理学では人は自分の経験を物語として整理すると自己理解が深まると言われています。これをナラティブと言います。つまり経験を物語として語れる人ほど自分の人生に意味を見つけやすく自信を持てる。そして人生を誇れる。トラブルも感動も出会いも自分一人で体験したことで物語が濃くなるんです。海外一人旅をしない人からすると未知の体験を知れます。この引き出しの強さが人間的な魅力をより高めます。6、海外一人旅行という少数派を選べる。日本では海外旅行者自体がそこまで多くありません。外務省の2025年のデータでは、日本人のパスポート保有率は 17.8%。実は日本人の 80% 以上はパスポートを作っていないんです。さらにその中で実際に海外に行く人は2024年のデータで 10% 前後。そしてそこからさらに一人旅となるともっと少なくなります。つまり海外一人旅行する人はかなり少数派なんです。心理学では人は周りと同じ行動を取ろうとする傾向があります。これを同調効果と言います。みんながやっていないことは不安になりやすいんです。でも海外一人旅行をする人はこの同調効果に流されにくい。自分の興味、自分の好奇心、自分の衝動、自分の人生観。それを優先できる人、金持ちや功績を出している人は必ず少数派ですよね。多数派に属さずに少数派に属し、少数派の目線や観点で物事を考えることによって大衆にはできないことをできるようになるんです。海外一人旅行は少数派の選択を自分で選べる人、全体から見て希少な人間になることでもあります。7、適応能力が圧倒的に高い。海外一人旅行は新しい環境のルール、理解する、判断する、行動する。この繰り返しなんですよね。主人公は同じだけど別のゲームをやる感覚ですよね。どこに行くか、どう動くか、どう解決するか。現地の人に助けてもらうのも自分の突破力だし、スマホでリサーチするのも自分の対応力が試されます。そう考えると、スマホがない時代に海外に一人旅に行ってた人ってほんとすごいですよね。例えば僕がベトナムのハノイのホテルで会った話ですが、部屋に案内されて10秒後に G がベッドの上をほふ前進してるのを発見したんですよ。で、その時に頭に浮かんだ選択肢は4つで、1、共存する、2、退治する、3、部屋を変えてもらう、4、別のホテルに変える。数秒間のうちにこの選択肢が頭の中を駆け巡って、3番の部屋を変えてもらうを選んで、
見事に生還できました。このような判断と選択の連続が一人旅では起こりますよね。人は新しい環境に置かれると、状況を理解しながら行動する力が鍛えられます。海外一人旅行は適応力を磨く修行を同時にしています。そしてここで大事なことがあります。旅は人生の縮図だということ。人生でも適応、判断、行動が大きく影響します。どこに住むか、どこで働くか、何をして稼ぐか、何に投資するか、何に時間を使うか。海外一人旅行をする人は旅の中でこの力を何度も鍛えています。旅を通して自然と環境への適応力が高くなるので、環境が変わっても乗り越えられる自信が生まれる。すると新しい挑戦もしやすくなるんです。海外を一人旅行できる人のすごい特徴を7つ見てきました。自分の常識が通じない前提で動ける。偶然の出会いで外国人と繋がれる。完璧じゃなくても行動できる。移動のハードルを突破できる。強烈な体験を自分の物語にできる。少数派の選択を選べる。環境に適応する力が高い。人生においても重要なスキルを旅の中で自然と身につけられる人。そしてこのスキルは一人旅行をすることで身につけられることでもあります。最後に僕の感想を話します。僕の場合は旅行というよりは今タイに移住して他の国にも遊びに行くスタイルではあるんですけど、実体験としては一人で海外を旅していると自信が強くなるのと、自分の知ってる世界を自分の力で広げられる感覚があります。やってみるまでは不安もあったけど、やってみたら案外いけるもんです。自分は一人でここにも行けた。じゃあ次はここに行けるんじゃないか。これもできるんじゃないか。旅を実現することで自分ができると思える幅が増えていくんですよね。そして自分では当たり前だと思っていることでも他の人から見たら実はすごいことだったりします。そんな視点で自分のことを見てみると今よりさらに自信が持てるかもしれません。今のタイミングだと世界情勢が不安定なのでなかなか海外の一人旅はハードルが高いですが、落ち着いた頃や行けるタイミングで海外一人旅行に挑戦してみるのもいいかもしれません。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己理解を深められるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。